こちらでは、女子高校生、なおの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、バスケットボールと秘密の物語。愛知県江南市にある県立高校。図書室の隅の、日だまりが差し込む席が、なおの特等席だった。古びた木の香りに包まれながらページをめくる時間は、現実の喧騒から逃れることのできる、静かで穏やかなひとときだった。バスケ部員たちが練習でボールを弾ませる音が時折、遠くから聞こえてくるけれど、なおの世界とは違う場所の出来事のように感じられた。クラスの人気者である、バスケ部員の伊藤明宏。明宏のことは、入学した時から少しだけ意識していた。明るい笑顔、仲間と楽しそうに話す姿、そして何より、コートをかける力強い姿は、地味で目立たないなおの世界にはない、鮮やかな色を放っていた。ただ、それは遠くから眺めるだけの、憧れという名の淡い感情だった。誰にも言えない思いは、なおの中でゆっくりと育ち、やがてノートの片隅に言葉として溢れ出し、物語として綴られるようになった。それは、図書室を愛する控えめな少女は、体育館で汗を流す活発な少年に、密かに恋心を抱く物語。主人公の私は、なお自身を投影した存在だった。好きな作家の言葉を借りながら、近づきたいけれど臆病で一歩を踏み出せないもどかしさ、遠くから見つめるだけの切ない思いを、なおは丁寧に綴っていった。いつか、誰かの目に触れることもないかもしれない、秘密の物語。それは、なおにとって唯一、自分の感情を解放できる場所だった。夏休みの終わり、2学期が始まって間もない頃のことだった。いつものように、授業の合間に図書室へ向かい、読みかけの文庫本を開いたなおは、愕然とした。カバンに入れていたはずの大切なノートがない。顔から血の気が引いていくのを感じた。慌てて教室に戻り、机の中や周りを探したが、どこにも見当たらない。その日の放課後、なおが承知して席に座っていると、明るい声が頭上から降ってきた。高島さん、これ、落としてなかった？顔を上げると、そこに立っていたのは、明宏だった。彼の手に握られているのは、まさしくなおが物語を綴っている、あのノートだった。表紙には、何度も書き直した拙い文字でタイトルが書かれている。ああ。なおの声は小さく震えた。明宏は不思議そうな顔でなおを見つめ、これ、小説？と問いかけた。なおは顔が熱くなるのを自覚した。まさか、彼に読まれてしまったのだろうか。ごめん、ちょっと気になって。明宏はそう言いながらも、どこか興味深そうな目をしていた。主人公の女の子、図書室が好きなんだな。俺もたまに使うよ、図書室。ちょっと疲れた時とか行くんだ。静かで落ち着くから。その言葉に、なおは息を飲んだ。まさか、彼も図書室に来ることがあるなんて。ノートを受け取ったなおは、顔を上げることができなかった。見ました、と、蚊の鳴くような声で尋ねるのが精一杯だった。明宏は少し照れたように笑い、うん、ちょっとだけ。なんか、面白いなって思った、と答えた。バスケ部のやつが出てくる話だろ？なんか、頑張ってるなって。その日から、なおの中で何かが変わり始めた。憧れの存在だった明宏が、自分の書いた物語を少しでも読んでくれた。それだけで、なおの世界はほんの少し色づいたように感じた。廊下ですれ違うとき、明宏は以前よりも少しだけ、なおに視線をくれるようになった。時には、今日の図書室、何か面白い本あった？なんて話しかけてくることもあった。なおは戸惑いながらも、精一杯の笑顔で答える。心臓がドキドキして、頭の中が真っ白になるけれど、それでも、彼とほんの少しでも言葉を交わせることが嬉しかった。なおの友人たちは、最近のなおの変化に気づいていた。高島さん、なんか明るくなった？もしかして好きな人でもできた？と、からかわれるたびに、なおは顔をあからめて否定したけれど、心の中では否定しきれない自分がいた。文化祭の準備が始まった頃、なおは自分の思いを形に綴った小説を、
文芸部が主催する短編小説コンテストへ応募することを決めた。自分の思いをこのままノートにしまっておくのでも良いが、形になった物語を誰かの目に留めてあげたい。そうすることで、この物語、そして自分の秋広に対する思いが報われるかもしれない。そんな風に感じた。作品を清書するため、放課後の図書室に一人残っていた。鉛筆の走る音だけが静かに響く。なおは最後の遂行を重ねていた。主人公の少女が勇気を出して自分の気持ちを伝えるラストシーン。それは、なお自身がいつか抱きたいと願う小さな希望の光だった。ふと顔を上げると、図書室の入り口に秋広が立っていた。手に何か書類のようなものを持っている。忘れ物、取りに来たと彼は少し照れくさそうに言った。二人きりになった静かな図書室。夕焼けが窓から差し込み、本棚をオレンジ色に染めている。なおは、秋広と目が合った。胸が高鳴るのを感じる。それは、いつもの廊下ですれ違う時とは違う、特別な感情だった。今なら言えるかもしれない。ノートを拾ってくれたあの日から、少しずつ膨らませてきた、秘めた思いを。深呼吸を一つして、なおは顔を上げた。伊藤くん、ノートのこと。秋広は少し驚いたようになおを見た。あ、あれね。面白かったよ。なんか、女の子も、バスケ部の男子も、一生懸命な感じが伝わってきた。なおは勇気を振り絞って言葉を続けた。ありがとう。実はね、あの小説の、バスケ部の男の子は、伊藤くんが、少しだけ、モデルなんです。図書室の静寂が、なおの告白を包み込んだ。秋広は目を丸くして、言葉を失っている。なおは、逃げ出したくなるような恥ずかしさを感じながらも、彼の瞳をまっすぐ見つめた。もし迷惑じゃなかったら、私、好きです。夕焼け色の光の中で、秋広は少し戸惑ったような表情を浮かべた後、ゆっくりと口を開いた。ね、ありがとう。俺も、高島さんの書く小説、なんか、すごく好きだよ。その、気持ち、嬉しい。滝広の温かい言葉は、なおの心に穏やかに希望を灯した。コンテストの結果はどうなるかわからないけれど、夕焼けに染まる図書室でのこの瞬間は、なおにとってかけがえのない記憶となるだろう。ずっと秘密にしてきた思いが言葉になった今、二人の間には、そっと新しい物語が始まろうとしていた。こんにちは。今日一緒に見ていくのは、あなたが共有してくださった短編小説ですね。バスケットボールと秘密の物語。はい。これ、内気な女子高校生の、片思いがテーマになってるんですよね。ええ、そうなんです。主人公は高島直ちゃん、16歳。プロフィール見ると、読書が好きで物静かってありますね。身長155センチ、さそり座の B 型。なんかこう人物像が浮かびますね。確かに。お気に入りの場所が図書室の日が当たる隅っこの席っていうのもなんか彼女らしいなって。まさに。で、対照的なのが彼女が思いを寄せる相手、伊藤秋広くん。そうです。クラスの人気者でバスケ部。なおからすると遠い存在ですよね。ですよね。この対比自体はよくある設定かもしれないですけど、この話のなんていうか面白さというかポイントはどこになるんでしょうか。やっぱりですね、なおが自分の気持ちを直接じゃなくて、その秘密のノートに小説として書いていたっていうところ。なるほど。で、それが2人の関係を動かすきっかけになるっていう、そこがミソかなと。ただの日記とかじゃなくて創作ものにしたっていうのが。そうなんです。なるほど。じゃあ今回はその秘密のノートがどう物語の核心になっていくのか、そのあたりを深く見ていきましょうか。はい、お願いします。まずなおが自分の気持ちを表現するのになんで小説っていう形を選んだのか、ここはどう思われますか。そこすごく興味深いですよね。やっぱり直接感情を出すのが苦手な子なのかなって。だからフィクションっていう一枚フィルターをかませることで、なんていうか安全に自分の気持ちと向き合えたんじゃないかなって。なるほど。
創作ってそういう側面ありますよね。現実とはちょっと距離を置いつつ、でも自分の感情は深く探れるみたいな、逃避場所であり自己表現の場でもあったと。そういうことだと思います。でもその大事なノートをなくしちゃう。そうなんです。ここで物語が動く。しかもそれを拾ったのがまさかの秋広本人っていう。いやー、ここはドラマチックですよね。本当に。でここでの秋広の反応がまたポイントですよね。重要ですね。彼はちょっと中身を読んじゃうわけですけど、その感想がですね、面白いと思った。で、あとバスケ部のやつが出てくる話だろう。なんか頑張ってるなって。ただ読んじゃってごめんとかじゃなくて、内容に具体的に触れて、しかも肯定的っていう。そうなんです。そこが大きいですよね。さらに俺もたまに使うよ図書室って。これナオにとってはものすごい驚きというか予想外の共通点ですよね。そう思います。単なる偶然では済まされないというか、彼の言葉ってナオが書いた物語、つまり彼女の内面の一部を認めてくれたように聞こえたはずなんですよね。はいはい。それに図書室っていう共通の場所が見つかったことで、遠い存在だった彼との間になんかリアルな接点が生まれた感じがする。確かに。だからこの出来事がきっかけで彼女もちょっと勇気が出たと。次のステップに進むんですね。文化祭の小説コンテストに応募しようって決める。自分の内面をもっと表に出してみようみたいな、そういう決意ですね。これも大きな一歩です。そして物語のクライマックス、放課後の図書室。告白シーンですね。二人きり静かな空間で。小説のバスケ部の男の子は伊藤くんが少しだけモデルなんですって。それで好きですって。いやー、これはすごい勇気ですよね。本当に。でここでの秋広の返事がまたいいんですよ。そうなんですよね。単に付き合おうとかごめんとかじゃなくて、まず言うのが、高島さんの書く小説なんかすごく好きだよって。これどう解釈します？告白の返事の前にまずこれを言うっていうのは。これは彼女の書くっていう行為そのものへのリスペクトだと思うんですよね。なるほど。彼女が大切にしてる世界、その表現活動ごとまず受け止めるよっていう、そういうメッセージかなって。その上で高島さんの気持ち嬉しいって続ける。彼女の感情だけじゃなくて、その彼女が紡いできた物語ことを肯定されたような、そういう瞬間だったんですね。まさに。だからコンテストの結果がどうなったかっていうのはもう描かれてないんですよね。この夕焼けの図書室でのやり取り自体が彼女にとってもう何よりの宝物になったっていう終わり方。いやー、いい話ですね。本当に。というわけで、その秘めた思いを書いたノートが思わぬ形で憧れの相手との架け橋になったと。なくしたノートがきっかけで関係が動き出すなんて、ちょっとできすぎてる気もしますけど、でもやっぱりドラマチックですよね。非常に面白い展開でしたね。注目したいのは、書くっていうすごく個人的な行為が現実の関係を動かす力になったっていう点。しかも彼が読んだ物語は彼自身がモデルになってるわけじゃないですか。そうですね。だから彼の肯定的な反応っていうのは、なおの創作活動と彼女自身の気持ちと、その両方を認めることになったんですよね。秋広が告白への返事の前に小説が好きだって言ったのも、なんかすごく温かいポイントだなって思いました。あなたもそう思いませんか？同感です。本当にそうですね。そしてこの物語を読んで、あなたももしかしたらこんな問いが浮かんでくるかもしれないなって思うんです。なんていうか、私たちが自分の中だけで書いてるものとか作ってるものとか、誰に見せるつもりもなかったものがふとしたきっかけで誰かと共有された時、それってなんか予想もしてなかった化学反応を起こす可能性ってあるんじゃないかなって。なるほど。あなたの心の中にももしかしたら秘密のノートみたいなものがあるかもしれない。そこにどんな可能性が眠ってるのか、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。最後まで聞いていただきありがとうございます。なおのプロフィールはこちらです。読書が好きで図書室に通う16歳のちょっと控えめな高校生です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。